こんにちは、アルソレルです。スーパーサザエがいっぱい欲しいんで、それっぽいものを作ってみたいと思います。もともとある立方体は使わないんで、デリートキーで削除します。では、貝殻から作ります。カーブで大まかな形を作ってからメッシュに変換して微調整する形で作ります。ブレンダーに台数螺旋を簡単に作ってくれる標準アドオンはあるんですけど、対数螺旋を作ってくれる標準アドオンは多分ないので自作します。シフトプラス A のメッシュから円を追加します。頂点数を12にします。フィルタイプを三角の扇形にします。半径はそのまま1メートルにしておきます。点キーの7で真上からのビューにします。タブキーで編集モードにします。一番上とその左横と中央の頂点以外を選択します。デリートキーで頂点を削除します。そしたら頂角が30度で底角が75度の二等辺三角形になったかと思います。では底角を100度と50度くらいに変更します。左上の頂点の 1x をマイナス 0.64 メートル、1y を 1.12 メートルにします。これでだいたい100度と50度になりました。タブキーでオブジェクトモードにします。ではこの三角形を螺旋を描くように増やします。モディファイアプロパティから配列を追加します。オフセット倍率のチェックを外してオフセットオブジェクトにチェックを入れます。対象となるオブジェクトを追加します。シフトプラス A のエンプティから十字を追加します。三角形の配列モディファイアの対象に今追加したエンプティを設定します。エンプティを選択してRZ-30 で回転させます。そうすると右横に三角形が増えたかと思います。このまま配列モディファイアの数を増やすと同じ大きさの三角形が増えるだけなので、エンプティを選択して S シフトプラス Z1.1 でちょっと拡大します。これで配列モディファイアの数を増やすと 1.1 倍の三角形が30度ずつぐるぐる対数螺旋を描くように並びます。巻き始めからだいたい3周半くらい、巻き終わりが右側に来るようにします。だいたい41くらいでいいかなと思います。配列モディファイアのマージにチェックを入れます。タブキーで編集モードにします。三角形の左上の頂点だけを選択します。タブキーでオブジェクトモードにします。配列モディファイアを適用します。タブキーで編集モードにします。そしたら今飛び出てる頂点がぐるっと一周選択されてると思うので、そのままデリートキーで頂点を削除します。さらに A で全選択してデリートキーで辺と面のみを削除します。これで対数螺旋を描くように頂点が並びました。端から2つずつ頂点を選択して F で辺を作っていきます。タブキーでオブジェクトモードにします。右クリック変換からカーブに変換します。これで対数螺旋を描くカーブができました。配列モディファイアのために追加したエンプティはもういらないので削除しておきます。今、カーブのすべての制御点が Z 軸0の位置にあるので、巻き始めを上の方に移動させます。タブキーで編集モードにします。巻き始めの制御点を選択します。点キーの位置で正面からのビューにします。O でプロポーショナル編集をオンにします。Alt プラス O で接続のみをオンにします。GZ で巻き始めの制御点を上に移動させます。この後カーブを太くするとまた違って見えてくるので、大まかな調整で大丈夫です。タブキーでオブジェクトモードにします。ではカーブを太くします。オブジェクトデータプロパティのジオメトリにあるベベルの深度を2メートルにします。次に巻き始めは細く、巻き終わりに向かって太くなるようにしたいので、テーパーオブジェクトを設定します。テーパーオブジェクトは指定したカーブに合わせて太さを調整してくれます。では、シフトプラス A のカーブからパスを追加します。今追加したパスをカーブのテーパーオブジェクトに指定します。テーパー半径を追加にします。パスが見にくいので GZ で上に移動させて SX で拡大します。
パスとカーブを選択してタブキーで編集モードにします。パスの制御点を動かすとこんな風にカーブの太さが変化します。パスの右側が巻き終わり、左側が巻き始めに連動しています。G、Y で制御点を整数方向に動かして巻き終わりが太くなるようにします。プロポーショナル編集はオンでもオフでもどっちでもやりやすい方で大丈夫です。カーブの巻き始めの位置も再調整します。簡易的ではあるんですけど、対数螺旋を元に作っているので、今の段階ではスーパーサザエの形を再現しようっていうよりも、どちらかというと本物のサザエの形を再現しようとしています。では本物のサザエからちょっとずつスーパーサザエに近づけます。今のままやと3巻き目あたりがちょっと太すぎるので、パスに制御点を増やして細かく調整します。パスの右から1つ目と2つ目の制御点を選択して、右クリック細分化を選択します。今まで通り G、Y で調整するほか、G、X で制御点の間隔を変えながら調整するとやりやすいかなと思います。隙間が大きくなったので、円周をちっちゃくしつつ埋めていきます。点キーの7で真上からのビューにします。操作しにくいので、一旦タブキーでオブジェクトモードにして、カーブだけを選択してタブキーで編集モードにします。プロポーショナル編集をオンにしていない場合はオンにします。ピリオドでピポットポイントを 3D カーソルにします。まず3巻き目の右半分あたりの制御点を選択して S シフトプラス Z で小さくします。さらに3巻き目の左半分あたりも同じ要領で円周をちっちゃくします。巻き終わりあたりは後で整えるので一旦ほっときます。今のままやと3巻き目あたりがまだちょっと太いので、ピリオドでピポットポイントを中点に戻してからパスの制御点を再調整します。カーブの巻き始めの制御点を GZ で下げて上下の隙間を埋めます。巻き始めだけじゃなくって他の制御点を移動させてももちろんいいんですけど、あんまりいろんなところをちょこちょこ移動させると最終的にガタガタになっちゃうことが多かったので、私はだいたい巻き始めを移動させてます。あんまりこだわらずお好きな方法で調整していただければなと思います。なるべく渦巻きの形を変えないようにっていうのを意識しながらカーブの太さ、円周、上下の間隔を調整します。正面から見た時に左端がちょっと上に上がってるように感じるので調整します。左端あたりの制御点を GZ で下に移動させます。その他流れが滑らかになるように GZ で同じように位置を整えます。動画やと2巻き目と3巻き目の隙間が結構空いてるんで、1巻き目から2巻き目を全部選択して GZ で下に下げました。多少の隙間は後で埋められるので気にしなくても大丈夫です。では巻き終わりも中心に近づけます。点キーの7で真上からのビューにします。ピリオドでピポットポイントを 3D カーソルにします。巻き終わりの制御点を選択して S シフトプラス Z でちっちゃくします。動画ではすっかり忘れてるんですけど、ピリオドでピポットポイントを中点に戻します。もし巻き終わり3つ分ぐらいの制御点の高さが違う場合は揃えるようにするといいかなと思います。O でプロポーショナル編集をオフにします。タブキーでオブジェクトモードにします。右クリック変換からメッシュに変換します。パスはもう不要なので削除しておきます。タブキーで編集モードにします。巻き終わりの頂点を一周ぐるっと選択して SY0 で正面を向くようにします。巻き終わりが後ろすぎるので GY で前に出します。S でちっちゃくします。O でプロポーショナル編集をオンにします。GX で左に移動させます。巻き終わりの一つ隣のリングも同じように左側に移動させます。巻き終わりの底あたりの頂点をいくつか選択して GZ で上に移動させて底を平らにします。
巻き終わりの上あたりの頂点をいくつか選択して GZ で下に移動させて楕円になるようにします。O でプロポーショナル編集をオフにします。巻き終わりの頂点を一周ぐるっと選択して E、Y でちょっと押し出してそのまま S でちっちゃくします。さらにスーパーサザエは殻に厚みがあるような感じがするのでそのまま E、Y で奥側に押し出します。S でちっちゃくします。先ほど押し出した頂点とその一つ隣のリングの頂点を G で移動させてちょっと形を崩します。縁が顔にちょっと覆いかぶさるようなイメージにするといいかなと思います。ただ後で顔を作った時にまた細かく調整するのでここではある程度で大丈夫です。これでなんとなく本物のサザエからスーパーサザエにちょっと近づきました。もう少し調整していきます。O でプロポーショナル編集をオンにします。正面から見た時の左端がちょっと出っ張りすぎなので押し込みます。左端あたりのリングをいくつか選択します。ピリオドでピポットポイントを 3D カーソルにします。S、シフトプラス Z でちっちゃくします。左端を押し込んだことで全体のバランスがちょっと悪くなっちゃったので同じように S シフトプラス Z でちっちゃくして調整します。ピリオドでピポットポイントを中点に戻します。へこんでる箇所、飛び出てる箇所があれば調整します。動画みたいに巻きに隙間がある場合は、ピリオドでピポットポイントを 3D カーソルにして、S シフトプラス Z で中心に向けて縮小、あるいは GZ で上に上げて埋めます。ピリオドでピポットポイントを中点に戻します。巻き終わりあたりの流れがちょっと急激だったので滑らかになるように調整しておきます。左端あたりのリングをいくつか選択します。GZ で移動させます。さらに3巻き目の右側がちょっと上に上がりすぎないような気がしたので下げておきました。左から見た時に巻き終わりあたりがへこんでるので膨らますように GX で頂点を移動させます。さらに中心に近い頂点を選択して GZ で下に下げて3巻き目と巻き終わりのつなぎ目を滑らかにします。こんな感じでいろんな角度から見て気になるところを修正します。修正できたら巻き始めが開きっぱなしなので巻き始めの頂点をぐるっと一周選択して F で面を貼ります。これで貝殻の形がほぼできました。O でプロポーショナル編集をオフにします。では次に角を作ります。頂点を起点に作る方法と面を起点に作る方法の2つあります。まず頂点を起点にする方法なんですけど、角を作りたい位置の頂点を選択します。コントロールプラス B、V で頂点にベベルをかけます。そのまま E で面を押し出します。角の先がいびつなので整えます。S、Z、0で高さを揃えます。R で回転させます。もっと違う角度に生やしたい場合は G で移動させます。角の長さを変えるときは G で頂点をスライドさせると楽かなと思います。これで頂点を起点に角が作れました。面を起点にする場合は角を作りたい面を選択して I で面を差し込みます。おそらく差し込んだ面は長方形になるかと思うので G で頂点をスライドさせて正方形に近づけます。
そしたらそのまま E で面を押し出します。これで面を起点に角が作れました。角の数を増やしていきます。どっちの方法でもいいんですけど、本物のサザエは規則正しく渦に沿って角が生えてるようで、スーパーサザエも結構揃ってるみたいなので、あんまりバラバラな位置にしすぎず、どちらか一方の方法に統一した方がいいかなと思います。動画では全部頂点を起点に作ってます。タブキーでオブジェクトモードにします。これで貝殻ができました。コントロールプラス A で回転とスケールを適用しておきます。次に顔を作ります。シフトプラス A のメッシュから立方体を追加します。S で拡大します。SX で横長にします。GX、GZ で移動させます。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルを2にします。右クリックスムーズシェードを適用します。SY で薄くします。GY で手前に移動させます。大きさと位置をさらに調整します。コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。ちょっと角が丸すぎるのでベベルをかけて調整します。モディファイアプロパティからベベルを追加します。サブディビジョンサーフェスのウェッカーに移動させます。ベベルの量を大きくします。ちょっと顔が大きすぎたので S でちっちゃくしてコントロールプラス A で回転とスケールを再適用してベベルも再調整しておきます。これで顔もできました。最後に顔周りの貝殻の再調整をしておきます。コントロールプラス A で回転とスケールを適用します。これでスーパーサザエのモデリングができました。ではマテリアルを設定します。3D ビューポートはレンダープレビューにしてシェーダーエディターを開いておきます。レンダーエンジンはサイクルズにしています。真っ暗やと見にくいのでワールドをちょっと明るくしています。あと同じように作ってくださった場合はスーパーサザエがめっちゃ大きいのでちっちゃくするといいかなと思います。サイズを変えた場合はコントロールプラス A で回転とスケールを再適用して顔につけてるベベルモディファイアも再調整しておきます。では顔からマテリアルを設定していきます。顔を選択してマテリアルを新規追加します。プリンシプル BSDF のベースカラーを水色に変更します。そしたら目を塗り分けていきます。シフトプラス A のカラーからミックスカラーノードを追加します。ミックスカラーノードはその名の通り A と B をミックスしてくれるノードです。ブレンドモードで色の混ぜ方を変更できます。そして係数で調整できます。例えば今の状態やとこんな風に A と B の割合が係数に応じて変化します。ではこの係数の値を調整して目とそれ以外を塗り分けれるようにします。シフトプラス A のテクスチャからグラデーションテクスチャノードを追加します。シフトプラスコントロールを押しながらグラデーションテクスチャノードを選択してプレビューします。そのままコントロールプラス T でマッピングとテクスチャ座標ノードを出します。ノードが出ない場合はノードラングラーっていうアドオンを有効にするかシフトプラス A からそれぞれ追加してください。今テクスチャ座標ノードの生成とマッピングノードがつながっているのでテクスチャ座標ノードのオブジェクトとつなぎ直します。グラデーションテクスチャノードのグラデーションタイプを球状にします。まずスケール XYZ の値を大きくして白い部分をちっちゃくします。これは顔の大きさによって値が違ってくると思うのでとりあえず白い丸が見えるようになれば OK です。マッピングノードのスケール Y を0にします。白いところが目になるのでサイズと形を整えます。スケール Z がスケール X よりもちっちゃくなるようにすると縦長になります。では目の位置も調整します。今調整しているものは左目にしようと思うのでマッピングノードの 1X の値を大きくします。さらに 1Z の値をちっちゃくしてちょっと上に移動させます。
目とそれ以外の境界はグラデーションをかけずにパキッと塗り分けたいので、数式ノードを追加します。シフトプラス A のコンバーターから数式ノードをグラデーションテクスチャノードとマテリアル出力ノードの間に追加します。演算方法を大きいに変更します。式位置を0にします。これで白黒がきっぱり塗り分けられました。これはどういうことかというと、グラデーションテクスチャノードで調整した白黒情報が数値として数式ノードの値に入力されてます。ブレンダーでは白と黒はそれぞれ数値に置き換えると1と0で表されます。なのでこのグラデーションテクスチャノードで調整した白い部分は数値では1で黒色は0で表されるので、目の中心からだんだん0へ値が近づいていってます。そして数式ノードの大きいは式位置よりも値が大きければ1、ちっちゃければ0を返してくれるノードです。なのでグラデーションテクスチャノードで調整した情報が数式ノードに入力されると、式位置の0よりも値が大きいところ、つまり黒色以外の部分は全部1とされるので、白と黒の塗り分けがきっぱり行われます。そしたら右目も作ります。マッピングノード、グラデーションテクスチャノード、数式ノードを選択してシフトプラスコントロールプラス D で複製します。シフトプラスコントロールを押しながら複製した数式ノードをクリックしてプレビューします。マッピングノードの 1x の値の符号を逆にして右目の位置に移動させます。これで上のグラデーションテクスチャノードが左目で下が右目に割り振られました。ではこの2つを合わせます。さっき出したミックスカラーノードを使います。シフトプラスコントロールを押しながらミックスカラーノードをクリックしてプレビューします。ミックスカラーノードの A に上の数式ノードの値を、B に下の数式ノードの値をそれぞれつなぎます。ミックスカラーノードのブレンドモードを明るい方に変更します。係数を1にします。明るい方では A と B の値が比較されて、より値が大きい方が優先して表示されます。比較に使われる数値は色を数字に置き換えたもので、先ほどと同じく黒は0、白は1なので A につながっている左目と B につながっている右目を比較したときに、どちらも黒色のところはどちらも値が0なので黒色で、どちらか一方が白色のところは白色が1なので黒よりも値が大きくて優先されます。なのでどちらか一方が白色のところは白色で表示されます。両目を表示させるとちょっとイメージと違ってたので、サイズと位置を再調整しておきます。ではこの白と黒で塗り分けた情報をもとに目と顔を塗り分けていきます。ミックスカラーノードをシフトプラス D で複製してミックスカラーノードとマテリアル出力ノードの間に追加します。左のミックスカラーノードの結果を右のミックスカラーノードの係数につなぎ直します。右のミックスカラーノードのブレンドモードをミックスに変更します。係数につながっている左側のミックスカラーノードの黒い部分が A の割合が 100% で、白い部分が B の割合が 100% になります。なので A の方は先ほどプリンシブル BSDF のベースカラーで調整した水色に、で B は黒色にします。では右側のミックスカラーノードの結果とプリンシブル BSDF のベースカラーをつなぎます。シフトプラスコントロールを押しながらプリンシブル BSDF をクリックします。これで目と顔が塗り分けられました。ただスラッシュでローカルビューにすると今作った目は裏側にも表示されてます。貝殻で見えなくなるんでこのままでもいいんですけど、一応消しておきます。右側のミックスカラーノードをシフトプラス D で複製してプリンシプル BSDF との間に追加します。目を顔の正面にだけ表示させるように今追加したミックスカラーノードの係数で調整します。シフトプラス A のコンバーターから XYZ 分離ノードを追加します。テクスチャ座標のオブジェクトと XYZ 分離ノードのベクトルをつなぎます。XYZ 分離ノードはその名の通りベクトルを分離してくれるノードです。X、Y、Z それぞれ原点を中心に正の方向、負の方向で塗り分けてくれます。
今回は顔の裏表 Y 軸方向に塗り分けたいので XYZ 分離ノードの Y と先ほど追加したミックスカラーノードの係数をつなぎます。これで顔の正面にだけ目が表示されるようになるかと思いきや、まだ後ろにも表示されてしまってます。なので数式ノードを Shift プラス D で複製して XYZ 分離ノードとミックスカラーノードの間に追加します。これで顔の前側が A、後ろ側が B が反映されるようになりました。B を水色に変更します。スラッシュでグローバルビューに戻します。では質感を調整します。ちょっとつるっとさせたいのでプリンシプル BSDF の粗さを下げます。今回は 0.3 にしました。これで顔のマテリアルの設定ができました。では続けて貝殻にもマテリアルを設定します。貝殻を選択してマテリアルを新規追加します。スーパー素材の貝殻は一色じゃないので、いくつかの色を混ぜ合わせてプリンシブル BSDF のベースカラーにつないでいきます。ちなみに一応スパイキーの横で震えてるスーパー素材をイメージしてるんですけど、スーパー素材ってゲーム内でも登場の仕方で色に結構違いがあると思うので、お好みの色合いにしていただければなと思います。ではシフトプラス A のテクスチャーからノイズテクスチャノードを追加します。そのままコントロールプラス T でマッピングノードとテクスト座標ノードを出します。ただしマッピングノードは不要なので削除します。テクスト座標ノードのオブジェクトとノイズテクスチャノードのベクトルをつなぎます。シフトプラス A のコンバーターからカラーランプノードを追加します。ノイズテクスチャノードの係数とカラーランプノードの係数をつなぎます。カラーランプノードのカラーとプリンシプル BSDF のベースカラーをつなぎます。まず濃い紫と薄い紫が混ざったような感じにしたいので、カラーランプノードの左のカラーストップを濃い紫、右のカラーストップを薄い紫色にします。これでノイズテクスチャノードの黒いところが濃い紫、白いところが薄い紫になったんですけど、混ざり具合が細かすぎるので調整します。ノイズテクスチャノードのスケールを小さくします。色の境界がちょっと曖昧すぎるので、カラーランプノードの左右のカラーストップを近づけて調整します。ノイズの位置を変更したい場合は、ノイズテクスチャノードの次元数を 4D に変更して W の値で調整します。これでまずベースができました。ここからさらに色を追加していきます。色を追加したいので、まずシフトプラス A のカラーからミックスカラーノードをカラーランプノードとプリンシブル BSDF の間に追加します。青色を追加したいので、ミックスカラーノードの B を青色にします。今、全面に青色が乗ってしまっているので、部分的に乗るようにします。ノイズテクスチャノードをシフトプラスコントロールプラス D で複製します。シフトプラス A のコンバーターからカラーランプノードを追加します。複製したノイズテクスチャノードの係数とカラーランプノードの係数をつなぎます。カラーランプノードのカラーとミックスカラーノードの係数をつなぎます。これでカラーランプノードの黒いところが A の割合が 100%、白いところが B の割合が 100% になります。A と B の境界が曖昧なので、カラーランプノードのカラーストップを近づけて調整します。ノイズテクスチャの W、スケールを調整します。これで青色が追加できました。同じ要領で今度はピンクっぽい紫色を追加します。ミックスカラーノードをシフトプラス D で複製して、ミックスカラーノードとプリンシプル BSDF の間に追加します。ノイズテクスチャノード、カラーランプノードをシフトプラスコントロールプラス D で複製します。カラーランプノードのカラーとミックスカラーノードの係数をつなぎます。複製したミックスカラーノードの B をピンクっぽい紫色にします。複製したカラーランプノードのカラーストップとノイズテクスチャの W、スケールを調整します。さらに同じ要領で緑色も追加します。色の境目をちょっと緩やかにしたい場合は、カラーランプノードの保管モードを B スプラインにしてみてください。
様子を見ながら全体を調整します。あと動画ではノイズテクスチャノードを使ってるんですけど、ボロノイテクスチャノードでもいいかなと思います。では最後に角の先をピンク色にします。ミックスカラーノードをシフトプラス D で複製して、ミックスカラーノードとプリンシプル BSDF ノードの間に追加します。複製したミックスカラーノードの B をピンク色にします。ブレンドモードをオーバーレイにします。角の先だけピンクになるように係数で調整します。シフトプラス A の入力からジオメトリノードを追加します。さらにシフトプラス A のコンバーターからカラーランプノードを追加します。ジオメトリノードの凸部分とカラーランプノードの係数をつなぎます。シフトプラスコントロールを押しながらカラーランプノードをクリックしてプレビューします。凸部分はその名の通り、出っ張ってるところは明るく、へっこんでるところは暗く出力してくれます。カラーランプノードの黒色のカラーストップを動かして角の先っぽだけが白くなるようにします。調整できたらカラーランプノードのカラーとミックスカラーノードの係数をつなぎます。シフトプラスコントロールを押しながらプリンシプル BSDF をクリックします。これで角の先が若干ピンク色になりました。色が薄いのでさらに調整します。シフトプラス A のコンバーターから数式ノードをカラーランプノードとミックスカラーノードの間に追加します。演算方法を乗算にします。下の値を大きくするとピンク色が濃くなります。これは乗算は上の値かける下の値なので、上の値につながってるカラーランプノードの黒いところは数値やと0なので何をかけても0のまま。で、白っぽいところはかけると値が大きくなって1に近づくので、ミックスカラーノードの B の割合が増えるっていう仕組みです。もし巻き終わりあたりもピンク色になっちゃうっていう場合は、タブキーで編集モードにして、コントロールプラス R で辺を挿入してみてください。あと、角の部分をもうちょっと根元までピンク色にしたいっていう場合は、コントロールプラス R でループカットを挿入するといいかと思います。様子を見ながら全体を調整します。これで角の先だけピンク色にできました。では最後に質感を調整します。ツルツルにしたいのでプリンシプル BSDF の粗さを下げます。今回は0にしました。さらに2層塗ったような感じにしたいのでクリアコートを1にします。これで貝殻の表面ができたので内側にもマテリアルを設定します。タブキーで編集モードにします。フルキーの3で面選択にします。切り終わりあたりの内側に押し込んである面をぐるっと一周選択します。マテリアルスロットのプラスを押してマテリアルスロットを追加します。割り当てを押します。これで今選択している面はスロット2が割り当てられました。タブキーでオブジェクトモードにします。新キーを押して新しいマテリアルを追加します。プリンシプル BSDF のベースカラーを薄いグレーにします。外側と同じ質感にするために粗さの値を下げてクリアコートの値を上げます。これでスーパーサザエにマテリアルが設定できました。あとは床を追加したり、ライティングとかカメラの位置を調整したりします。で、ここからはプラスアルファ的な感じでサブサーフェススキャッタリングの表現を加えてもうちょっと質感を加えていきます。サブサーフェススキャッタリングって何ぞっていう方はググっていただければと思うんですけど、簡単に言うと物質に光が入ってきて物質の中でそれが散乱して出ていく仕組みのことです。手を光にかざした時にちょっと赤っぽく見えるあれのことです。ただサブサーフェススキャッタリングを再現しようとするとかなりレンダリングに時間がかかってしまいます。むしろ今のちょっとのっぴりしたような感じの方がいいっていう場合はここで終了してください。では調整していきます。貝殻の外側から調整します。ではまずベースカラーと同じようにサブサーフェスカラーにミックスカラーノードの結果をつなぎます。サブサーフェスの値をとりあえず1に上げてサブサーフェススキャッタリングを見やすくします。では色味を調整します。サブサーフェスの範囲の値はそれぞれ上から赤、緑、青となってます。デフォルトやと赤の値が大きいので赤っぽい色味になってるかなと思います。今回は青みを強く上から 0.8、0.5、1にしてみました。
これはもうお好みで設定していただければなと思います。そしてややこしいんですけど、サブサーフェス範囲の値は色味を調整することに加えて、その名前の通り範囲も調整しています。サブサーフェスの範囲は値を大きくするほど広がります。なので、もっと範囲を広くしたい場合は値を大きく、狭くしたい場合は値を小さくしてください。ただ、せっかく決めた色味を保ちつつ範囲を変えるのは難しいっていう場合は、ここに値の濃度をつないでみてください。そうするとサブサーフェス範囲で調整した色味の比率はそのままに、値を大きくするほど範囲が大きく、ちっちゃくするほど狭くすることができます。これでサブサーフェスの色と範囲が調整できました。最後にサブサーフェスの値を調整して、サブサーフェススキャッタリングの強さを調整します。これでサブサーフェススキャッタリングも設定できました。同じ要領で貝の内側、あと顔の方にも設定してもいいかなと思います。ではあとは F12 キーを押して出力です。お疲れ様でした。